ドラディションのレオナです。続いては藤波辰巳デビュー45周年記念のセレモニーを皆様にお届けします。今回、先ほどもお伝えした通り、40周年の時は金曜日の8時の奇跡という報じられ方がして、もう皆さんにすごく注目をしてくださっていました。今回もそれに負けず劣らず、それ以上に豪華ゲストが集結してくださいました。それではそのセレモニーの様子をご覧ください。どうぞ。それではこのように藤波辰巳デビュー45周年記念セレモニーを行います。今回45周年記念大会にもですね、多くの特別ゲストが来てくださいました。そう、この入場曲、今皆さんにはお届けはできませんが、キャプチュードということは前田明さん。40周年記念の時もですね、藤波選手の節目の時には必ず駆けつけてくださいます。この2人で言えば、大阪城ホールでの大流血のせいドローになった名試合あれが思い出されます。でもこうして、2人の関係というのがまだまだ続いていく。藤波選手は必要に前田選手に復帰の要求をしていますが、一体どうなるか。そして長州選手とも握手。この両者もこの後楽園ホールでの顔面への蹴りという事件もあり、すごい因縁深い場所で再び握手。そしてレイダー選手とも握手。この2人対戦経験はありませんが、本当に興味深い顔合わせです。いや、さっきもですね、ケース久しぶりにみんなとって、すごい元気なんですよね、本当ね。ブスさん50年っていうよ、ルイエスさん60年っていうよって、すごいよなと言ってましたけど、僕らみんなやってましたからね。でも、みんなよく頑張って、すごいトレーニングしましたよ。そのたまもんですね。これからも怪我のないようにね、もうプロ試合なんか怪我がついてるんで、よろしく頑張っていただきます。どうもありがとうございました。前田選手からのコメントでした。前田様ありがとうございました。続きましてこの方の入場です。そしてお二人目の特別ゲストは木村健吾さん。木村健吾さんはですね、藤波選手の名タッグパートナー。藤波選手もよくいろいろなインタビューで、どなたが一番のタッグパートナーですかというコメントの中で木村さんの名前を必ず、言われています。そしてこの2人、この後楽園ホール、藤波対木村の伝説のワンマッチ興行。今プロレス界は6試合から7試合を1日やることが多いですが、木村対藤波でこのたった1試合で後楽園ホールが超満員、そして会場に入場できないお客さんがたくさんいた、その伝説の大会の張本人である木村選手が特別ゲスト2人目として登場されました。それでは木村健吾様に一言ご挨拶をいただきたいと思います。おめでとうございます。45周年ね、本当にもうおめでたいというよりもそろそろやめたらどうかなと思うんですけれども、本当にこんなにたくさんですね、多くの方々今日の藤波さんのこの記念のために来ていただいて、本当にこれからもプロレスを愛し、そしてプロレスを応援をしていただければと思っています。本当に何も言うことありませんけれども、本当におめでとうございました。おめでとうございます。木村選手のコメントでした。木村健吾様ありがとうございました。ここでちょっとハプニングがあって、レイダー選手が、リングで横になるということもありましたが、その後ドクターともちゃんとコミュニケーションが取れて、やっぱり気分が高揚して、試合のダメージということもあり、自分で一旦休憩するためにもということで横になったという形で、
はっきりと明瞭に受け答えされてたので、この後の福岡、大阪と両大会を全力で戦い抜いてくださいました。そしてその中、アントニオ猪木さんが登場されました。もう藤波選手のもう永遠の師匠であり、永遠の憧れである猪木さん、40周年記念に続いて45周年大会にも来場していただきました。ご挨拶をいただきたいと思います。昨日もちょうど気になったんで、藤波選手にうまくとどんな話してるの？魚もね、終わりになりますね。この魚も。これやったら、川の口にある魚がいいんですけど、自分は隅田川。そして、どこからか聞こえてきたのは、三津の川の魚もきれいだよ。早く和田さんも言ってもらえるね。なんか忘れちゃうからね。そういうことで、ちょうど前イラクのね、人質の解放の、戦後100の事件ということで、ちょうど長州力が、私が政府関係者と交渉しているときに、皆さん人質の奥さん方とみんな見てもらえるように。そんな中で、なんとか論争関係で、僕は本当に思い込んでおりますね。それではアントニオ猪木さんに藤波選手にお祝いの花束を贈呈します。猪木さんからのお祝いのコメント、そして藤波選手を囲んで、今大会に参加してくださったレジェンドの皆さんでの撮影、藤波選手は常々こういう大会をやるときに心の中でシャッターを切るんだ俺はと言っています。その心の中で撮った写真っていうのがいかに多くのお客様に心に残って感動してもらえるかということを想像して、皆さんに声をかけるんだと。今回も、こんだけのレジェンドの方々が集まってくださいました。ご来場の皆さんにご挨拶がございます。皆さん、ありがとうございました。本当に皆さん、最後までご観戦ありがとうございました。僕も45周年記念、本当にこれだけは大勢の方が来て本当に嬉しいです。ありがとうございました。カムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう僕は45年で、まだまだこのプロレスが当たり前で、まだまだこれだけを突っ走ります。そして、僕の夢であるこのプロレスをメモリアルに残したいと思います。これはそういうことのものでお伝えしたいと思います。そして最後に皆さん、試合の今日は本当にありがとうございます。それでは元気を欲しい、元気がなかった日本、元気がなかったように、学校にプロレスも元気でありますように、そんな願いでいきますから、ご賞はございません。いいですかね。ということで、藤波辰巳デビュー45周年記念大会が猪木さんの123ダーで締めくくられました。これだけのメンバーの方々が一堂に会して
お祝いしてくださったリングはもう本当に華やかで素晴らしい空間だったと思います。そして来年2021年はいよいよ藤波辰巳選手のデビュー50周年イヤーです。ぜひ皆さんご期待ください。そして今回もトラディション TV をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではレオナでした。はい、45周年いかがでしたでしょうか。長州、武藤、ね、みんなやっぱりね、元気で、最後は僕にね、花を持たせてもらったという感じでね、大会は無事終わりましたね。で、それ終わった後にね、多分皆さんね、ご存知か、多分この映像の中に入ってたのかな。猪木さんが出てきて最後セレモニーがあって、カナダトラディションの場合は、終わった後に全選手がね、記念撮影があるんだけど、その時に、今回のね、メインゲストのベーダがいなくて、ベーダがどっかの多分リングの端っこの上に横たわってる写真が、絵が写ったのかどうか分かりませんけどね、後ね、ちょうど猪木さんがリングに上がってきて、でみんなが並んでね、で猪木さんが最後にマイク持って「元気ですか?」って、それから最後にいろんな話をしようとした時に猪木さんが「元気ですか?」って言ったら、ちょうどベーダーが横たわって倒れてね、思わず猪木さんも「元気ですか?」口がちょっとボコボコしましたけどね、ちょっとそういうヒヤッとした部分があったんでね、だからちょうど日本に来る前のニュースがまさかここでこういう状況になるなよっていう感じで僕も願ってたんだけど、その後、ゆっくり彼も意識が回復したっていうのか、自分で控え室に歩いてね戻ったっていう感じでね、そういう分では本当に落としたヒヤッとした大会でもあったし、終わった後、このドライションでは打ち上げのパーティーをやるんだけど、その会場にもね、もう彼も降りてきて、すごい彼のねいつものような食欲といいね、ビールも飲んでましたんで、そういう分では本当こっちが心配するほどそう言われなくてね、本当にそういう分ではほっとした45周年のね後楽園大会でした。でもこの後がまだあるんですよ。実はね、大体外人選手とかね、本当に僕は対戦する選手とあんまり一緒に移動を共にしないんだけどね、ドライションではほんの大会出場する選手はね、要するに新幹線であったりとか飛行機であったりとか移動するんだけど、もうだんだん別の便で、僕はもういろんなスタッフと一緒に新幹線移動だったんだけど、他の選手もみんな別移動だったんだけど、でも今回はみんなあの時は福岡だったのかな、後楽園の後に福岡行って、で大阪が最後だったんだけど、福岡行く時みんな飛行機で行ったと思うんだけど、僕はもう新幹線で行って、なんでかっていうとね、今までそういうことはなかったんだけど、今回ベーダーの前日後楽園ホールでのああいう出来事あったんで、ベーダーを一緒に僕がねアテンドっていうか、一緒にね引率したんです。彼を連れて、とにかくどっかで自分もまさかっていうこともあったんで、僕もだから一緒にね行動を共にしてね、久々新幹線の中でね昔話とかね、そういう分ではいい、また話も思い出話もできたんだけど、で福岡に移動して、で福岡で試合をして、で最後大阪で試合をしてアメリカに帰ったんだけど、でもだんだん後楽園でああいうことがあったにもかかわらずね、だんだん福岡とか大阪と試合をするたびに彼がね全盛期を彷彿させるようなね、だんだん動きが良くなるんですよ。だからそういう分では最後に本当に大阪ではね、彼がね本当にベーダー一人舞台、もうすごい動いてね、彼もだから嬉しかったのか、だんだん慣れてきたっていうのかな、そういう分ではなんていうのかな、自分の呼んでよかったなっていう感じでね、ベーダーと久々対戦できてよかったなっていういい思い出でね、彼もアメリカに帰っていきましたけどね、そういう分ではその数ヶ月後なのかな、彼からそういう分では前振りのね、そういう分では訃報が届いた時にはね、やっぱり体調がやっぱり良くなかったのかなという分では
残念な思いがしますけど、そういう部分では、僕はずっとベイダーとのね思い出は、いい部分しか残さないようにはしようかなというふうにもう心がけてますけどね。本当に、あの時は本当にベイダーありがとうっていう感じでね、言いたいと思いますんでね、本当に45周年ご覧いただき本当にありがとうございました。